12分。ああ、緊張してますな。緊張は別にしてないよ。緊張はしてないよ。緊張しますか？緊張してないですよ。緊張してますって言っておきますけど。なるほど。緊張はしてるって言っておきます。ありがとうございます。じゃあまずはまだ知らない人に、ごめんなさい、こっちやな。グダグダですね。すいません。初めてなんでお許してください。はい、すいません。お願いします。はい、まずは自己紹介を、お願いします。はい、この度、We Are One プロアスリートとしてやらせていただいております。We Are One の、ジミーワンです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。マイク忘れました。はい、すいません。あれ、取り直します。ちょっと待ってくださいね。はい。はい。まあ、というわけで、1回目。いや、いける。これでまた調整するので大丈夫です。1回目で僕を選んでいただいたってことは、ありがとうございます。いや、こちらこそ。ありがとうございますね。じゃあまずは、人生で初めて触ったビデオゲーム。ビデオゲーム？そう。なんでしょう。これね、人生で初めてっていうと、もう記憶の中には多分ないんですよ。ただ、家族とかから聞いた話だと、多分バーチャファイター。最初から格闘ゲームだったってことですね。要は、お母さんの、兄弟がバーチャファイターやってて。はい。で、それを、多分2歳ぐらいの俺に、なるほど。アーケードスティックを持たせるわけですよ。で、ウルフっていうキャラクターがいるんだけど、そのウルフっていうキャラクターのジャイアントスイングっていう、コマンド投げですわ。コマンドグラブ。コマンドグラブを、当時なぜか練習させられ、2歳でマスターしたっていうのを、今のバルログのコマ投げに生きてるのかなっていう。こういうぐらいですね。なるほど。これはマジの話です。すごいな。じゃあ次の質問は初めて触った格闘ゲームだけど、じゃあ最初からバーチャルゲーム。バーチャルファイターですね。結構好きですね、バーチャルは。なるほど。はい、で、初めて本気出した、格闘ゲームってはどうなるんでしょうかね。もうこれに関してはストリートファイター5になりますね。本気っていうのが、自分の中の定義では、フレームだとか、有利不利だとか、そういうのも含めた上で本気だと思うんで、コンボが上手くなったから本気とかじゃなくて、もうコンボだけだったらキングオブファイターズとか、ペルソナとかいろんなゲームやっててあったっすけど、そこまで自分が気持ちよくなりたいだけの、やり込みだったんで、相手のことを考えた上でプレイしたのは、スト5が初めてかなっていう。はい。なるほど。じゃあ、なぜ、ストリートファイター5でプロになろうと思ったんですかね。理由いろいろありますけど、端的に言うと、これ、大丈夫ですか？これ他社の宣伝みたいになっちゃう。いいよ、もちろん。トパンガリーグですね。はい。トパンガリーグのウルトラストリートファイター4の最後、最終節、桃地検体、殺意、梅原殺意の試合を見てからですかね。この試合を見て、俺もこの舞台に立って拍手もらいたいな。なるほど。拍手もらいたいね。拍手もらいたいね。なるほど。かっこよすぎるだろ、こいつら。みたいな。一視聴者として見てて思ったことだったんですよね。なるほど。あれ見たスタンフェストの決勝戦も同じく、桃地対、梅原だったんだけれども、それも。めっちゃ長いコンボ決めてるやつ。そう。よく覚えてますね。あれもすごかったですね。いや、もうね、あの時の梅原さんやばかったそう。化け物でしたね。今でも化け物だけどね。梅原さんも尊敬してる存在ですね。もう、なんていうのかな、限界値を超えてるレベルの強さだったっす、あの頃は。本当に。最近、ハイファイトのハイライトだったんですけれども、梅原さんがオンラインで試合負けたら、もう早速トレーニングモードに入って、どうやって対策するかどうかをすぐ調べるんで、もう20年間その格闘業界に入ってるので、それぐらいの熱心が今でも持ってるっていうのがもう、おごれないっていうのがすごいなって思いますね。僕ならおごれるんでしょうけど。いや、おごれないけど、おごれないようにしますけど、やっぱどっか心の中で、ゆとりというか、ある部分ってあると思うんですよ。梅原さんもないわけじゃないと思うけど、その上で、やらなきゃいけないなって思って、やってる部分は絶対あると思うから、
それを継続してやれてるっていうのがすごいなって思いますね。皆さんの神様ですね。いやまあね、格ゲー界のレールを敷いてくれた人なんで、そうそう。まあ頭上がらないっすよね、ねそれでも働かしたいな。もう働かしたいな。もうただ大会に当たったらそれはもう、マジで破壊しに行きますけど、失うものないんで、破壊しには行きますけどね。いや、ただ、まあ対戦相手にはリスペクトを持ちながら、もちろん戦いには行きたいなと思うんで。ありがとうございます。はい、じゃあ、プロアスリートになろうと思って、どうやって練習したとか、どうやって、まあ、なんていうんですかね。難しいですね、これは。結構、トレーニングモード、使わない人間なんですよ。それは素晴らしいですね。じゃあ、実験で、実際やって。人間って、これ人間学の話なんですけど、痛い目見ないと味わわないんで、なるほど。これはマジです。一回、実践入って、ズタボロにやられたらいいんですよ。そこでようやく学習するんで。なるほど。はい、もうずーっと永久に駒投げ食らいまくって、なんなんこれって思いながら、ようやくそこで痛い目見て、あ、これは気をつけなきゃいけないんだと思って、そこでやっとわかるんで。そう。トレモばっかやって頭使うのもいいんですけど、一回食らってからトレモやったらいいかなって思いますね。なので気になったところはそこでちょっと調べるぐらいで、すぐまた実践してみたいな。で、実践でできなかったら意味ないから、だからもうすぐやる。メインがオフ戦ですか？オンラインですか？いやー、昔はオンラインが多かったけど、最近はもうオフはできるだけ行くようにしてますね。やっぱりオフ、正直オンライン、ボタンを押してるんですけど、出ない時がなるほどね。あって、自分の中の計算が狂うんですよね。ここでダメージ取れてる計算が取れてない。むしろ相手のダメージを、相手の攻撃を食らってるから、まあ、体力200持ってかれてる。そういうことを考えてしまうと、プランが組み立てれないんで、だからなるべくやったら奥でしっかり考えてやりたいなって思ってますね。なるほど。だいたいどれぐらい練習してますか、毎日？どうですかね。日によりますけど、その日のモチベーションと体調にもよるんで、多い日は10やってた日もあるし。10時間ですか？少ない日は 1.5 とか、そんなもんですよ。結構ムラはあるんですけど、でも自分のモチベーションに逆らいたくはないんで、気分屋なんで、そこは。大会前はもちろんコンスタントに増やすけど、大会1ヶ月前とかやったら、そこまで詰めても自分のストレスになるんで、絶対ストレスを感じない方がいいなって思ってやってますね。練習足りないな、私。すいませんね、頑張らないといけないな、チームのために。いや、これはちょっと雑務を放置してるだけじゃあ、プロになって、一日はどうやって過ごしてるんですかね？いやー、正直、いろんな意味でプレッシャーがかかってるというか、一日一日を大切にしなきゃいけないんだよなっていう気持ちの方が大きいというか、プロになったからやったみたいな感情はもう今全くなくて、じゃあもう次に進まないと、もういつまでもこの時間が続くと思ってないんで、なんでとにかく今は正直プレイヤーとしてやりたいっていう思いがやっぱり強いから、もっと練習して、で、大会で露出する。どんな形でもいいから。で、露出した上で、自分の利益って言ったらあれやけど、生きる道を探せればいいかなって思うかなっていう。ちょっと質問の趣旨とはちょっとずれちゃってるけど。でも、答えたのは答えたね。ありがとうございます。じゃあ、今の、ストリートファイター5の弱点は何でしょう？弱点っていうのがその悪いところね。ストリートファイター5ですか？はい。改善してほしいところ。難しいこと聞くな。何年も言われてることではあるんですけど、やっぱ、これラグ？ラグですね。ラグが
まあ、どのバージョンになっても変わらない。オフ戦でもですか？オフでも、ステージ。ベガね。ベガを使った時に V トリガーを発動して、で、ある一定のステージだと、急にちょっとラグが発生して、それは困りますね。これ、一回見たんで。で、これを見た時に、あ、こんなんやられたらたまったもんじゃないなって思ったことがあったんでね。いや、これはさすがに直すべきポイントなんじゃないかなって。オンやったらまあ仕方ない部分もあるけど、オフでそれをやられたら。まあ、イライラするわ。もう。ねえ、なっちゃいますね。ってなっちゃうんで。なるほど。はい。じゃあ今のスト5のいいところは何でしょう、自分にとっては。いいところ。まあ正直、めっちゃやりやすかった。ゲームとして。格闘ゲームってやっぱり敷居が高いってみんなから言われてるんですけど、その格闘ゲームの敷居の中では相当低い方。中盤、竜巻旋風脚、竜の技で言ったら、これだけでコンボになる。それもすごい簡単に、連打してるだけでコンボになりますから。そういうゲームってなかなかないんですよね、今まで。やっぱ昔のゲームたまにやるんですけど、コンボむずみたいな。難しい、本当に。もう久しぶりにゲーセンに行って、ストリートファイト4をやったら、難しかったなーって、置き詰めとかもやばかったし、一回落ちたらもうおしまいという。もう、ちょっと笑ってまうぐらい、いや、コンボむずいな、みたいな。そういうのがやっぱりないっていうのは、いや、かなり入りやすい。その分、実力差はつきにくい部分ではあるんですけど、その上で上手い人が勝ってってるわけなんで、まあ、細かい部分だとは思うんですけど、そういう部分をまあ見ていただけたらなと思ってる部分もありますね。今、使ってるのが、バラのキャラですけど、なぜこのキャラに。バラのキャラまあ、黒を使ってますけど、はい。まあね、なぜまあ、パッと見、もともとウルトラストリートファイター4、ちょこちょこやってたんですよ。で、やってて、ね、まあ、殺意竜には、まあ、梅原さんに憧れてね、殺意竜使って、で、殺意竜使って、最初にファンメールもらって。ファンメールもらって。ファンメールもらって。春国殺も出せないと思って。ファンメールもらって。すごい。もう、一発ですよ。それが俺を強くしてくれて、ちょっと一旦殺意やめろ、つって。殺意やめて、いろいろキャラ探した時に、氷バルっていうものを、バルログを使ってみたら、なんか、バルセロナアタックっていう、まあ、古来から伝わるインチキ技がありまして、それをやってるだけで最初勝ててたんですよ。なるほどね。で、このキャラ足速くて、で、リーチも長くて、使いやすいな。で、何よりかっこいいなって思って、そっからっすね、バルログ使い出して、で、ストリートファイター5を買うかすごい悩んでたんですよ、最初は。なぜかですか？なぜですか？いやまずプレステ4を持っていなかった。高いね。で僕金ないんで、で、開け込みもなかったんですよ、その時。でパッドでやってて。で、いや、これ全部揃えるの多分、4万、5万かかるな、みたいな。なかなかするぞって思って、最初のストリートファイター5のキャラクターの中にバルログがいたんですよ。心中するかって思って、そこでバルログがいたから勝ったのはあります。いなかったらもうちょっと見送ってウルフを本気でやってたかもしれないですけど。なんで、そういう意味では愛着はかなりあるから使ってるみたいな感じですかね。なるほど。素晴らしい。なんだかんだ腐れ縁で今も使ってますけどね。今は G ボを使ってるんだけども。まあそうですね。なぜ、我々一つにしたんですかね。ねえ、もう本当にね、寄せていくよ俺はっていうわけじゃないんですけど、まあ G はもともと気にはなってて、トレーラー ?G のトレーラーを最初見たときに、技がすごい他のキャラよりしっかり作り込まれてるというか、まあスピンキックとかオーバースマッシュ、突進技ね、とかもすごい作りが良かったりとか、まあクリティカルアーツもかっこよかったりとか、技のかっこよさで俺選んでる部分結構あるんですよね。キャラクターとか、見た目重視で。あとああいうふざけたキャラクター、もういろんな要素込みで面白いなって。まずそこから入って、で、難しかったです、かなり。使ってて。やっぱ覚えることめっちゃ多いですね。コンボルートとかもめっちゃいろいろあったから。その上で、一個ずつ覚えていったのが、
成長につながったんですよね。自分の中で。今まで、なんか楽なことばっかやってきたのが、新たなことに挑戦したから、なんかいろんなことを覚えれるのが楽しかった。だからやめなくて、ずっと今もやってこれてるって感じですね。じゃあ、G を使って黒の方は強くなったんですか？強くなったと思います。バルログだけを、黒だけを使ってると、どうしても、その黒のありがたみがわかんなくなるんですよ。黒のありがたみといえば、やっぱリーチの長さとか、足の速さ、はい、で、ジャンプ攻撃が強いとか、まあいろいろあったんですけど、まあ G を使ったら、まあ足が遅い。これが一番きつくて。こいつおっせえな、本当にとか思いながら、で、ダウンしたらレベル下がるし、いろいろ考えてやってたんですけど、そこでバルログに戻った時に、こいつノーマルの通常技が強いなって思ったりとか、いろんな意味でバルログを、黒をね、もうバルログでいいかな。もうバルログですよ、もちろん。もうバルログのその、ありがたみを感じれた。だから、立ち回りにゆとりを持って戦うことができるようになったというか、そこが大きいかなって思いますね。だから、2キャラ持って、お互いの長所と短所がしっかり分かるようになったっていうのが、かなり大きいですね。OK。じゃあ次は、格闘ゲームの世界に入って、一番感動的なシーン、自分の、例えば、見たりとか、前言ってた、山本対、梅原さんとか、または自分で初めて大会を優勝したとか、一番感動したイボのトップ64とかも入ったことありますね。128ですね。失礼しました。それでもすごいと思いますよ。イボジャパンが 64？ イボジャパンが64。64ね。あれだね。2つあるかな。1個目は、僕結構大会上位には入れたりとかはするんですけど、優勝できないんですよ。壊れますね。永遠の2位。永遠の2位。永遠のもうベジータですよ。なるほど。本当になんかあと一歩届かない。っていうすごい歯がゆいことがずっと続いてて、もう6回ぐらい優勝できずに。2位。ずっと2位で。で、その時、僕、オレレボでずっと活動させてもらってて、で、オレレボのメンバーに、もう僕らのチームメイトのトラッシュボックスもいるんですけど、オレレボの中でもやっぱり最初俺の方が立場がっていうか、その LP が上やったんですよ。でいつの間にかトラボの LP の上がり方がおかしい。お前どんだけゲームやんのっていうレベルで上がってくんですよね。いつの間にかも抜かされちゃって。で、トラッシュの次でしょあんたみたいな感じの、世間なっちゃったね。しゃあないですけど、それも。その時に、やっぱ、シングルトーナメント、俺らもの、ありまして、あの時に、いや、ちょっとこの大会はマジで優勝したいなってずっと思ってて、で、その思いだけでずっとやって、決勝まで頑張って勝ち上がってきたんですけど、決勝の相手がトラッシュボックス。で、トラッシュボックスと当たった時に、いや、これね、未だに覚えてますけど、なんかお互い運営の人間なんで、すぐに言葉が、実況やってたんで、すぐにインタビューできるって状況やから、インタビューしますかみたいな。じゃあ、ジミーさんお願いしますみたいな。いや、ちょっと、めっちゃ気合入ってるもんだから。いや、もう俺はほんまに倒しますみたいな。以上みたいな感じで言って、で、トラッシュボックス。いや、もう相手がジミーさんとかも特に関係なく、いつも通りやったらいいかなって思います。いや、もう、殺す。みたいな。殺すって。思って、すげえ試合に意気込みが出る時だったんですけど、その結果、勝って、無事優勝して、あの時マジで嬉しかったというか、まずそれが1個目というかね、あの後、運営のボナンザが、いや、ほんまにジミーさんおめでとう。おめでとうございます。裏でちょっといろいろ言ってもらって、嬉しかったっていうのもあったんですけど、
もう一個エモジャパンです。エモジャパンですね。エモジャパンがね、調整入ってすぐだったんですよ、去年。1週間後にエモジャパンみたいな。調整入ってから。いや。なるね。わかるかみたいな。っていう状況だったんですけど、まあ、バルログ1本でやってたんで、当時は。まあ、さすがに1週間でキャラを変えるわけにはいかないっていう状況だったんですけど、まあ、バルログがかなり弱体化されて、あの頃が一番弱かった。本当に。そんな中でもう捨て身で戦うしかないなっていう。もうこの試合が終わったらもうバルログやめようって思ってて、大会が終わったら。そのぐらいの意気込みでやってたんですけど。で、プールにアビゲイルがいて、最初のプール。当時最強のアビゲイルが。これ食らっただけでもう終わっちゃうアビゲイル。お疲れ様でしたという。そのアビにもうすげえ頑張って勝って、で、ウィナーズで抜けて、で、ウィナーズの1回戦に、第2プールの1回戦がアイアイさんで、いや、きつみたいな。そういうのきついね。きついですね。いや、で、負けてしまって、で、ルーザーズ落ちちゃったんですけど、で、そっから、バーディー、ザンギエフ、ベガ、頑張って倒して、で、ルーザーズファイナルまで行って、で、また、ルーザーズに落ちてきたんですよ、アイアイさんが。で、その時に、もう当時の、俺レボメンバーがみんな揃ってて、後ろでみんな応援してくれるんですよね、本当に。もうすごい力になって。なりますね。はい。もう応援の力ってすごい大事だなって感じながら試合してたんですけど、もう、感覚だけで試合して、最後勝って、なんとか2日目に残れたっていうのが、未だに忘れられない思いですね。じゃあ、10年前の自分にアドバイスをあげることができたら、10年前。ちなみに今何歳ですか？今年で25になるけど、24で加でしたら、中学校2年生ですわ、10年前。そうですね。思春期ですわ。もう、ろくに何もしてないですね。10年前の自分ですか？高校行っとけっていい。高校ちゃんと行っとけよっていう。結構サボってたんですか？いや、高校はちゃんと行きましたよ。うん。中学校はちょこちょこサボってましたけどね。なるほど、なるほど。ただ高校は行って、で大阪にも行って、10年前の自分にアドバイスですか。やってみろって感じですね。何でもいいから。やってみないと始まんないよっていうのもあって、昔お笑い芸人目指してた部分もあって、それで大阪来たんですけど、最終的に今こういう形で喋ってるわけですから何が起こるか分かんないもんで、やってみたら何が起こるかもしれないし、そっから自分の努力次第では、見てくれる人もいてくれるんで、だからやらないよりはやれ。それを伝えたいですね。失敗したらその時はお前がダメだっただけだから、別にしゃあないよっていう。別に周りはそんなこと気にしてないから、自分のことは自分以外気にしてないから、その失敗したことに対しては、別にそこはいいから。でも、アドバイスしたいですね。素晴らしい。覚えてくださいね、皆さん。やりましょうと。やってみないといけないんですよ。みんな好きにしてください。なんかね、人に強制するの嫌なんで、そこは自分の自主性を、考慮したいなと思います。もともと悪い芸人って言ってたんですけれども、大阪に来る前にどこにですね、どこ出身ですか？東北の山形。山形ですかね。雪国ですね。雪国ですね。雪めっちゃ降ってましたよ。降ってました。こうやって。雪かきしてましたよ。あったんですか？出れない。マジで。親の車あるじゃないですか。屋根から雪ボーン落ちてきて潰れかけますから。雪で。困る。いやだから結構屋根に雪溜まってきたらちょっと見なきゃいけないんですよ。なるほどね。ちょっと車ちょっと横危ないから横すごいな。あったりするからね、やっぱ。一回あったのが高校時代に帰ってきたらすっげえ屋根に雪残ってたんですよ。3メーターぐらい。3メーターですか？めっちゃあった。3メーター、これでしょ？そう。いや、これは言い過ぎた。ごめん。1.5 ぐらい。1.5 ね。でも、それでも相当あったんですよ。それがもう、ブワー落ちてきてて、なんかね、
で、家帰ってくるじゃないですか。はいはいはい。家帰ってきて、こう、家があります。はいはい。まあ、こうか。家があって、で、雪が落ちてきてる状況で、こんぐらいまで雪積もってて、家入られへんねん。っていう時があったね。一人で5時間ぐらい雪かきしましたね。5時間もかかんないですか？いや、まあ、入り口までは、開けれるよ。それは結構、2時間ぐらいでどうにでもなるけど、車止められへんから、要は親が帰ってくる前にある程度やっとかないと。優しいですね。大惨事になるから。あの時、ちょっと夢かなって思う。夢であってほしかったね。すごいな。私も一回、新潟に住んだことがあるんですけれども、まあ同じく、もう雪が積もってて、まあそれこそ3メートルだったんですよ。田舎の方で。で、新潟だと、2階から出て出勤してるんですよ。学校に行ってて。2階から？そう。1階からもう積もってるから、もう出れないから、2階から出ていくという。すごい。噂を聞いたんですね。芸能人になったって言ってたんだけれども、結構活動はしてたんですか？まあ、活動はしてたけど、まあ、そんなに、売れるなんてもうそんなもん、全くない。全くないですね。もう、泥みたいな生活でしたよ。まあ、一応コンビも何回か組んだし、まあ、ピン芸人としてもやったし、まあ、鳴かず飛ばず、で、まあ、いろんなとこ、まあ、姫路のライブ行ったりとか、まあ、ちっちゃいライブでまくったりとか、路上ライブやったりとか、いろいろやりましたけど、まあ、人生の経験にはなったけど、まあ、お笑い芸人としては、まあ、なんというか、まあ、まだまだだったなっていうのはわかりますね。今もこれからもうやりたいんですか？プログラマーと合わせて芸能人もとか。まあ、お笑いに関してはもういいかなって思ってます。なるほどね。正直、二足のわらじ踏むほど今の俺に力はないです。なるほどね。はい。なんで、まあ今はこっち一本で。全力を尽くす。全力を尽くすしかない。もう、余計な欲は出さない。なるほどです。それは、こっちで結果出してから。なるほど。こっちで結果出したら、まあまた考え直すかもしれないね。お笑いというか、芸能人？なんか、いいポジションにいたいっすよね。なるほど。なんか、ちょこちょこ言える。ちょこちょこ、不快にならない程度にちょこちょこ言える立場がいいなって思いますね。なるほど。まあ、MC 的だね。応援します。ありがとうございます。じゃあ、10年後の、まあ、目的？ちょっと遠いなんですけれども、今。10年後ね。遠いなんですけれども。難しいね。家族作ったりとか。まあ、それは欲しいですよね。34でしょ。34で。いや、きついっすよ、34は。プロゲーマーとして？いや、もうきついっしょ。でもやってるじゃないですか、時戸さんとか、梅原さんとか。いや、あの人たちはもう、坂野子さんとかも。いや、あの人たちはもう、ゲーマー見事だね。素晴らしいから。素晴らしいね。でもそれぐらい目指さないとね。まあね。まあ、何かしらね、まあ、こうやって、まあ、まずは、第一線で入れたら一番いいと思うんですけど、まあ、10年後ってなるとね、まあ、この世界がどうなってるか、もう相当怪しい部分ではあるんで、まあ、どれが正解なんですかねっていう、まあ正直思いつかない部分があって、それが不安でもあるんですけど、まあ理想は、まあ結婚して、で、まあプレイヤーとして活躍した上で、We Are One がでかくなってることですよね。で、俺が食っていける。それが一番の理想。その上で何をすべきかっていうのを今年1年で自分を固めなきゃいけないんかなっていう感じですかね。まあ理想は We Are One がちゃんとあること。ね、今年初めてだからね、挑戦ですね、We Are One は。そう、挑戦っていう言葉がまさにふさわしいですね。溺れることもなくしっかりやっていきたい。頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします、皆さん。応援してください。どうかね、もうちょっと俺の配信、人来てくれ。まあ、わかるよ。見たいのあるのはわかるけど。じゃあ次は、好きなことわざを教えてください。ことわざね。何やろうね。パッと、今、適当に思いついたねって、習うよりなれるかな。
もう一回読む。習うより慣れろ。まあ、教わることも大事やけど、まあ、聞くんですよ、僕もかなり。聞いた上で、一回聞いて、やって、失敗するのはいいと思う。なるほど。ってことですかね。まあ、失敗した上で次失敗しなかったらいい。まあ、僕この前のウィリアムワンバトルも、だいぶ失敗したんで、配信。そう、どこですか？音がね。音でもそれは難しいでしょ。初めてでよくやったと思いますよ。まあでもね、やっぱそれは周りの、要は見てる人たちからしたら、いや、失敗してるってなるわけじゃないですか。まあ、そうなるけど、まあ別にそれは俺の中では、まあ失敗やけどいい経験になったし、まあ次失敗しなかったらそれでいいかなって思ったんで。いや、2回目はもうほぼ完璧だったんですね、配信が。まあ、ミスなしで音が綺麗だったし。まあそうやと思うし、まあそれがまあ慣れた結果、まあ一回失敗したから、まあさっきもゲームの話で言ったと思うんですけど、痛い目見て分かることってあるんですよ。痛い目見たんですよ。痛い目を。まあ要は配信で失敗したわっていう経験があるから、次に活かせてる。なるほど。だからやっぱり習うようになれるかなと思いますね。ありがとうございます。はい。で、最後は、まだ聞かれてない質問で、ぜひ聞かされた質問があったら、ぜひ教えてください。どういうこと俺がまだ私が質問してないんですけれども、ぜひ皆さんに教えたいことがあったら。まあそうっすね。教えたいこと。まあ正直、なんか今は e スポーツブームというか、来てると思うんですけど、なんていうかね、ブームにあやかるだけの人もいれば、本気でやってる人もいると思うんですよ。まあそれは別に人それぞれなんですけど、本気でやってる人に俺はちょっと言いたいことがあって、本質を忘れないでほしいなというか、ゲームなんで、最初はそこなんですよ。私も思う。だけど、いや、俺はプロになるためにやってるんだっていう目標が最初からある人って、ストイックなんですよ。ストイックなんだけど、持たないですよ、体。心が持たないです、体も。絶対パンクするんで、皆さん。そういうふうに思ってる人ね。本当に。パンクしますよ。俺パンクしたもん。パンクしたから。んで、まあちょっと、悪循環になってしまうんでね。まず一回、ちょっと離れてみるとかね、ゲームから。楽な気持ちでやってみるというか。とりあえず、根に持ちすぎない、背負い込みすぎない。その上でゲーム楽しんでほしいなっていうふうに思いますね。いずれチャンス来るんで、ちゃんとやって勝ってれば。そのために一個ずつゆっくりステップアップしていけばいいのかなと思いますね。結果、ね、トラボも俺もだって、相当、いろんなことあったんで、いろんなことあった上で今があるんで、一個ずつ超えていければ、みんなもチャンスありますよ。なんでそこだけは頑張ってほしいなって思いますね。こんなんでいいですか？ありがとうございます。じゃあ最後の言葉で、あれですね。せーので。いきますか？せーの。我々は一つ。ありがとうございます。